あ、そう、そう。で主人が東京に単身赴任だった時必ずここの寿司を食べて電車乗って、いやネタが違う、ネタが違う。僕はシャリに空気を入れるからこういう状態なんですよ。食べたら美味しいんだけど形が悪いね、切ったらあんまりわからんでしょ。シャリを立たせるということですね。形は無格好なんですけど美味しい方がいいですよ。シャリといつも喋ってますね。変態でしょこう切ってる時に今日調子いいやんみたいなこの間特技書いてくれって言われてシャリ切りって書きましたお客さんが美味しいっていうレベルにはもうなってるけど、自分では下手だなと思いながらできてますよネタによって一個一個変わってくるから終わりがないわけですよ。これはもうちょっと変えていこうかな。だからずっとやっていってたらお客さんが増えてくる。お願いします。失礼します。お気に入りのネタとかあるんですか？全部やね、全部美味しいよね、うん、で帰りは必ずここレタス巻きが美味しい。お土産に必ずレタス巻き。はいどうぞ。卵入りレタス巻きですね。卵も美味しいって言われるので卵も入れてみたと思います。こういう話までした。あ、そう、そう。これ用意してもらってノルウェーのサーモン、今、ロシアが戦争してる、それの影響で値段がバーッと上がってる。もう前と全然違う感じですか？大違いです。全然儲からないですよ。そうね、その単語です。並んでました。もう絶対量が少なかったんです。申し訳ないけど。入荷が少ないっていう、だいぶ少ない。その連休なのにみんな仕入れたいばっかりじゃないですか。ここが少なくて値段がものすごく高くなってる。人考え一緒よね。社長じゃあ戻ります。あ、すみません、どうも頑張ってください。ありがとうございます。閉めるところ、取りたいなら。大体1時間ぐらいでこうやって。いつももっと早いですよ。揃えてもらっとって、はい、そこからちょこちょこちょこってはい取ってもうさっと帰る。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。研ぎ方自体はそうでもないんですけど、焦がなすぎるのはダメみたいなところはあります。
ぱりお米の独特な香りみたいなのが残っちゃうと試飲した時にあまり良くないので、しっかりめに研ぐっていう感じではあります。皮は7時ぐらい、だいたい週末は7時。8時半とか9時とか。私はたまたま中学校卒業してからすぐここ入ったので、お稲荷さんにやるやつであればもうまとめて測ってしまう。俺2代目。お父さんがやられてて、お母さんがおかみさんやられてて、そうです。親父が亡くなったんで、後を継いだ。ね、頑張ってね。大体3枚おろし。ヒラメは5枚おろし。3枚おろし難しい。もうちょっと90度ぐらい。そう。この子左利きだから、で包丁買ってあげた。この角度がついてるからね。さばきやすくなって。お塩ですか？うちの店ぐらいじゃない？これやってる。水分抜くからね。これ布で巻いてるのも水分取るためなんですか？そう。だからうちの店来たお客さんはね、巻いてあるからネタが見れないっていう。そんかり美味しいからいいんじゃない？
勧められたんで試しに使ってみようかな。はい。何？波の4人盛り。普通は形ばっかりを重視するんで、端っこをガチガチ固めるんですよ。みんなうんシャリを押さえつけるんですよ。僕はシャリに空気を入れるからこういう状態になるんですよ。美味しいのを作りたいから汚いんですよ。他の人が巻いたのと味が違うんです。食べたら美味しいんだけど形が悪いねっていう。切ったらあんまりわからんでしょ。シャリを立たせるっていうことですね。食べてみないとわからんね。醤油が頭にストーンって落ちるんですよ。こう垂らした時に。形は無格好なんですけど美味しい方がいいですよ。シャリといつも喋ってますね。変態でしょ。こう切ってる時に今日調子いいやんみたいな。みんながワー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 なってるのが見えます。僕のシャリ切りとこの子のシャリ切りはまだ違うんですよね。感覚がやっぱ違うから、はいはい、この間特技書いてくれって言われてシャリ切りって書きました親父がここ立っとったら僕シャリ当番だったからシャリのことばっかり考えてるんですよ。おいくつぐらいからもうずっと18からですよ。高校生の頃からまあ長いですよみたいな。よその店回ってます。和食と高級加工、ホテルとかもう子供の頃から見てるじゃないですか、親父からはすぐできるからよそ回ってこい。和食ができるようになったらまた視点が変わるからですね。和食ができたらどこ行ってもあんまりこうできるよ。得意料理の中に入ってるのは、ハンバーグでカニクリームコロッケでオムライスで洋食ばっか。寿司が一番得意じゃないなのにいっぱいお客さんが入るっていう。お父さんが言ってたように寿司はもうすぐ握れるようになったんですか？ならない。今でも下手くそですよお客さんが美味しいっていうレベルにはもうなってるけど自分では下手だなと思いながらできてますよネタによって一個一個変わってくるから終わりがないわけですよ。これはもうちょっと変えていこうかなとかだからずっとやっていってたらお客さんが増えてくるでもありがたいですよ本当に。親父から継いだと1年ぐらいかけてお客さんが全くいなくなりました。先代と顔見知りのお客さんが結構来てたんででも僕は全く知りませんから、にがりまで行ってはい。寿司屋以外もやってみたいとかって思ってああちょっと高めの居酒屋だなと思ってました。長男が継ぐ予定だったけど長男が継いだら継いだら僕は裏方に入る予定だったので、もっと料理のバリエーションが増えたとかここ立っちゃうと全く動けないですよ
100人前とか握っていくわけじゃないですか。だからもう裏の料理はそんな凝ったものができなくなりましたね。寿司は塩です。塩一つ一つに役割があると思ってます。塩一つ一つに3種類ブレンドしてるんですけど、今のところはもうその3種類固定してずっとやってますので、一つはね、また市です。県とか行っても塩見つけたら塩買って食べちゃう。どこ行っても塩買っちゃうっていう。だから魚によっても塩の使い方が違うし、そこは気にかけてますね。これはまた市さんのハーブ酒。これもいい。これはね、白身とかにちょっとかけてあげると、ヒラメとかお客さんに提供するときにこれかけて、だから寝かすときは3種類のブレンド汁を使います。で失礼します。お願いします。失礼します。何軒ぐらい回るんですか？休みの日だと10軒ちょっと回ったり。結構もう入るんですね。今おいくつなんですか？今23です。じゃあ20歳ぐらいの時からやってるってこと20ですか？歳ぐらいの時からです。手伝いというかもう働いてるんですか？もうそうですね。働いてますね、完全に。卒業してすぐ別の仕事ついたんですよ。踊ってきてほしいって言われて、使ってほしいって言われて入ってますね。これまではおばあちゃんが配達で出たんです。もうおばあちゃんも限界やけんってことで、おばあちゃんのサポートで入ってます。配達メインで。ゆくゆくそういうのっていうのは考えてるんですか？考えてないです。あ、全然。やりたいことはあります。船運転する仕事とか、一応船舶免許はあるんですよ。級持ってます。水産高校やったんで。海が好きとかなんですか？海大好きですね。やっぱお寿司って好きなんですか？好きです。お父さんの握ったお寿司以外は食べないですね。お父さんの握るお寿司美味しいですか？美味しいです。おー。私長女で、はい2番目が別のところで働いてて、今いるのが三女です。仲はいい。いいですよね。同じゲームしますし。お店をやられてからどのぐらい経つんですか？もともとよそで50年やってここに来て主人亡くなってこの人が一人ですよ。30年以上になりますよね。ありがとうね。ありがとうございます。
割りポン割りポンって言ったら一個ずつ持っていいよ。割り込んだら説明しといて。エビマヨネーズ卵レタスシンプルなんですけどうまいですよ。で朝の仕込みも早いし、でもなんかそれがもうそういうもんだとそれ自体はそんなに店持ってから全くしたことない仕事をせないかんかったから私は大変やったけど主人はずっとその仕事してきてるけん慣れてくると人と接するから楽しい仕事お客さんがいないとね店やっていく。ロシアに修行しに行っとったんですよ。1ヶ月に1回は必ず来よったんですよ。で主人が東京に単身赴任だった時必ずここの寿司を食べて電車乗りよった。いやネタが違うネタが違う。今最高に美味しいのカマねマグロのね相当ね食べさせていただいたよね。こういう話までしたんですか。たまたまネタに塩がついちゃったんですよ。それもう食べないかんなって食べたらめっちゃうまいじゃないですか。これ塩だと思ってもうそれからもう塩三昧。塩三昧。寿司は塩です。醤油はもちろんそういう醤油を使うんですけど、それに出汁を乗せてる隠し味が3つ4つ入ってるんですよ。隠し味1つだけはですね、お茶です。茶っ葉ってことですね。はい。味はしないけどその中に成分が入ってるってことです。1日で考えついちゃうんですよ。寝る前に明日醤油作りたいけどどうしようかな。1日で思いついちゃう。次の日突然やり始めた。って思ってあとは微調整で終わり。はいはい。白醤油。それも1日で考えつきました。お気に入りのネタとかあるんですか。全部やね全部美味しいよね。で帰りは必ずここレタス巻きが美味しい。お土産に必ずレタス巻き。はいどうぞ。卵入りレタス巻きですね。卵も美味しいって言われるので卵も入れてみたと思います。あ、そのメニューは僕ですね。僕からです。海鮮巻きお得意様は大体これとそれセットで持って帰られる。電話かかってくる。いいネタが入ったから食べに来てください。断ったことがない。よう頑張りよる。お母さんなんかもう30年。長いよね。いいお店ですよ。いいお客さんがいっぱいいるんですよ。お寿司食べたいなと思ったらね。お願いします。いただきます。美味しそう。シャリの大きさがいいんですよ。いい感じ。美味しい。美味しいよ。美味しい。久々に楽しかったね。美味しいね。最後みんなでピースぐらいしましょうか。いいですか。ピース。ピース。ありがとうございます。お疲れ様です。明日頑張ってください。ありがとうございました。